もし誰もが知る有名人が突然目の前に現れ、いやらしい視線を向けてきたら、1993年6月28日、フィリピンラグナ州カラワン、夜8時、数人の男が乗り合わせるバンの中で2人の学生がその身を震わせていました。彼らはフィリピン大学に通う女子学生アイリーン・サルメンタと男子学生のアラン・ゴメス。2人は家路に着こうとしたところ、駐車場で見知らぬ男たちに拉致されてしまったんです。私たちどこへ連れて行かれるの？状況に理解が追いつかないまま、男たちが運転するバンに揺られていたアイリーン。そうしているうちに一行は広大な農場へとたどり着いたんです。バンから引きずり出されたアイリーンたちは敷地に立つ邸宅の中へ。そこでは一人の中年男が待っていました。どこかかしこまった態度でその中年男にアイリーンを差し出した男たち。私といいことをしよう。ニヤニヤと不気味な笑みを浮かべ、奥の寝室へアイリーンの手を引く中年の男。その男の正体はこの町の市長だったんです。部下に女子大生を拉致させ性的暴行を働いていたその町の市長。男が築き上げた女性を献上させる闇のシステムとは、欲望のままに女を貪り続けるその行為は暴力的な支配の上に成り立っていたんです。おのすけちゃんです。いや、みやみこんです。今、梅雨でね、ジメジメして、これから先も暑い、そんな季節に食べたいものといえば、梅雨の時期だから。何ですか？そういうこと？梅雨の時期だからってこと？梅雨でかけ、そうめんってことか、スイカバー。そうめんなんですけど、そうめんね、ちょっと私なりの最近おすすめのそうめんの食べ方があって、やっぱりさ、もう一個食べたいものといえば、私冷しゃぶなの、この時期。なるほどね。で、そうめんの上に冷しゃぶとごまだれとか、あとは気分を変えて大葉とかネギを混ぜたちょっとさっぱりしたタレをかけて、いや、いいと思う。すするの。やってみたことある？なんかあった気がする。あった。いや、わかんない。そう、肉を乗せるのはあるよね。そう、すっごく美味しいからね、もうこの夏ぜひ皆さんやってみてください。やりたいね。ラー油とかかけても意外に美味しいよね。それ私が教えた食べ方ね。いつ？ 3、4年前ぐらい。一緒に住んでた時？いや、なんかオフィスで。そう、セブンのやつ？違うわよ。私が茹でて食べさせたの。オフィスでそうめん食ってたの俺ら。仕事しろよ。そんな時代あったの懐かしいっすね。というわけでね、皆さんね、職場でぜひそうめんを茹で上げていただければと思います。今回はフィリピンで起きた非常に胸くその悪い事件をご紹介します。拉致された女子大生が性的暴行を加えられた後殺害されてしまうんですが、犯人はなんとその町の市長だったんです。市長が女子大生にやらしいことして殺害までするってなんでそんな非常識なことがまかり通っちゃってんの？これ日本人の感覚だとね信じられないんですが、その町では市長に対してね女性を献上するっていうね謎の支配体制が敷かれていたみたいなんです。事件の日、夜遅くまでカフェで勉強をしていた2人の学生。彼らを襲ったのは誘拐をするなどとは到底信じられない面々だったんです。権力を盾に。1993年6月28日、フィリピンラグナ州カラワン、夜8時、一組の男女が市内のカフェを後にしました。もう遅いから車で送るよ。隣を歩いていた女性にそう話しかけた青年はフィリピン大学ロスバニョス校へ通うアラン・ゴメス。その隣の黒髪セミロングの美しい女性はアイリーン・サルメンタ。同じ大学で農業を専攻している2人はこの日もカフェで一緒に勉強していたんです。優しい人柄で学内でも人気者のアイリーンに社交的で人を笑わせることが好きなアラン。2人の間には至って和やかな空気が流れていました。しかしそれはアイリーンとアランが駐車場に止めていた白いバンに乗り込もうとした時、何？突然駐車場へ入ってきたかと思うと、2人を取り囲んだのは救急車と警察車両でした。救急車と警察車両って相手は大学生2人でしょ？何するつもりなのよ。自分が同じ状況ならね、俺なんかやったっけってめっちゃ焦りますよね。焦るわよ。そしてその救急車や警察車両に乗っていたのは紛れもない犯罪者だったんです。急に駐車場へ入ってきた救急車と警察車両から姿を現した数人の男たち。何するんだ！話してくれ！車に乗りかけていたアイリーンとアランを無理やり引きずり出すその男たちの行動は公的機関の人間のものとは到底思えませんでした。男たちはアランとアイリーンをバンの後部座席に押し込むと、そのまま車を乗っ取って走り出してしまうんです。
この人たちは何？どこへ連れて行くつもりなの？一瞬のことで何が起きたのか理解できず、アイリーンはただ恐怖に震えていました。2人を乗せたバンは救急車や警察車両とともにしばらく走り、やがてバランガイクルバ地区のエライス農場へ。その農場には一軒の邸宅が佇んでいたんです。その中で待ち構えていたのは一人の中年男。お待たせしました。贈り物を届けに参りました。男たちのうちの一人はかしこまった様子でそう話すと、待っていた中年男にアイリーンを差し出しました。ご苦労、可愛らしい子だ。アイリーンに舐め回すような視線を向けつつ、そう言い放った中年男。怯える彼女を一人連れ、男は奥の寝室へと消えていったんです。この中年の男がもしかして最初に言ってた市長ってこと？何これ、警察車両とか救急車を学生を誘拐するのに使ってたのこいつ。怪しまれずにね、誘拐を実行するための手口だったんです。彼は公権力すらもう私物化していたんです。独裁者サンチェス。学生2人が連れてこられたエライス農場で待っていた中年男は、1980年から13年間カラワンの町で市長を務めているアントニオ・サンチェス。当然のごとく市内で彼を知らない人間は一人もいませんでした。裕福ではない家庭の出身だったサンチェスは、親族の支援を得ながら地方政治家とのコネクションを地道に築き身を立てた人物。外見に強いこだわりを持つ彼は、高価な香水をつけたり肌のコラーゲン治療を受けたりと美意識が高く、メディア出演の際などにも目立つ存在でした。庶民の立場から市長となったことや表向きのキャラクターだけを見れば、むしろいい印象さえ覚えるかもしれません。しかしサンチェスの実態は、市民のために汗を流す市長とは大きく異なるんです。カラワンの町役場にはサンチェスの肖像画がいくつも飾られ、次のようなスローガンが、全ての道は市長に通じる。その言葉が表すように、彼はこの町は自分のために存在しているくらいの考えの持ち主。サンチェスのそばには常に元軍人の部下が付き従い、その中にはなんと警察幹部も。13年も市長の座に居座り続けられたのは、施設軍隊まで作り対立する政治家などを黙らせていたためでした。サンチェスは違法賭博の運営にも関与していると噂されており、本来は市長をやっていいような人間ではなかったんです。大学生のアイリーンとアランが連れ込まれたエライス農場は、そんなサンチェスが裏社会との交流や拷問暴行などに使用していた隠れ家でした。違法賭博とか拷問とかもうやってることとんでもないじゃない。こういうこと隠しながら市長やってたのこの人。それがフィリピンではこうした暴力的な手段を用いたね、政治家ってのも珍しくなかった時代があるんです。なのでサンチェスだけが特殊なわけではなかったんです。というわけで本日のメトラッキーワード、フィリピンの政治背景について。フィリピンの政治はスペイン、アメリカの統治機関に地方の統治を任されていた一族や企業経営で台頭した一族によって形作られてきました。有力な一族の親近者が複数の公職についてコネクションを強化し、世代を超えて政界を支えていたんです。特定の一族が公職に就き続けるその環境で、政治家は個人の利益を優先するように、軍隊などの暴力的な手段で批判者を抑圧し、権力の存続を図るのもフィリピンの政界では当たり前の行為でした。サンチェスに関しても、国会議員や州知事、警察組織などとのコネクションによって暴力行為が明るみに出にくい体制を築いていたといいます。さらに1990年代初頭、フィリピンでは大胆な地方分権化が進められ、各地の統治者に対する国の監視が届きづらい状況に。結果、サンチェスの暴力的な振る舞いにも拍車がかかり、今回の事件にもつながってしまったとされているんです。このように傍若無人に権力を振りかざしていたサンチェス。何より最悪だったのは、彼が大の女好きで町役場でもセクハラを繰り返していたこと。気に入った女性については隠れ家へ連れてこいと部下に命じることも。サンチェスの好みは若く清純な女性で、その点で女子大生のアイリーンはぴったり一致していました。フィリピン大学に頻繁に出入りしていたサンチェスは、アイリーンを見かけるたび、自分の娘と同じ年頃にもかかわらず、ずっと彼女を手に入れたいと考えていたんです。40代の市長がでしょ、娘と同じぐらいの年頃の女子大生狙ってるとほんと気持ち悪い。これ許せないっていう気持ちもありますし、本当何より気持ち悪いですよね。そんな女好きの市長の元へ連れて行かれたアイリーンがたどる運命とは。地獄へのドライブ。
エライス農場の邸宅へ着き、市長のサンチェスの前に突き出されたアイリーンとアラン。サンチェスは2人を見るなり言いました。そっちの男は誰だ？女と一緒にいたので面倒を避けるために連れてきました。そうとだけ聞くと、アランには目もくれず、怯えるアイリーンを引っ張って寝室へ向かったサンチェス。その場に残されたアランはアイリーンを案じていましたが、彼もまた人事ではありませんでした。お前もこのことを知ったからには生かしちゃおけねえな。サンチェスの部下はライフル銃の底でアランの腹部を殴打。咳込みながら倒れ込んだ彼に数時間4人がかりで殴る蹴るの暴行を加えるんです。やがてアランは身動きも取れないほどボロボロの状態に。まだまだ時間をかけて殺してやるよ。吐き捨てるようにそう言うと、サンチェスの部下たちはアランを半殺しのまま放置。テレビを見ながらのんきに談笑していたんです。そしてアイリーンがサンチェスの寝室から出てきたのは日付を超えた深夜1時頃。サンチェスの部下2人に引きずられるようにして放り出された彼女は泣き晴らし、下半身には何も身につけていませんでした。しばらくして同じ寝室から出てきたサンチェスは部下に向かって一言こう言います。あとはお前たちの好きにしろ。なんか嫌な予感がするわね。もうこいつさ、生きて2人を返すつもりないんじゃない？市長としての立場もありますからね。当然サンチェスは最初から2人を始末するつもりでいたんです。サンチェスからアイリーンを引き渡されると、部下たちは彼女と友人のアランを別々の車に乗せ農場から運び出します。そして2台の車が並んで走る中、アイリーンはあることに気づきました。彼女の視線の先ではアランを乗せた車が走行を続けながらも不自然に荒々しく揺れていたんです。アランが死んじゃう。そう、車内の男たちは再びアランへの暴行を再開しました。さらにしばらくすると、銃声が響いたかと思うと、先ほどまでの車体の揺れは収まりました。血まみれの状態で道端の草むらに放り出されたアラン。車内の男のうちの一人は倒れ込んだ彼に再び発砲し、確実にその命を奪ったんです。その後も2台の車は走り続け、町外れのサトウキビ畑へ到着。ここで車を止めたサンチェスの部下たちはアイリーンをトラックの荷台に移動させました。今度は俺たちが楽しむ番だ。アイリーンの手足を押さえつけ、鼻息を荒くする男たち。そして数時間にわたりガタガタと音を立てながら揺れていたトラックの荷台。6人の男たちが見下ろす中で寝かされていたアイリーンの顔は涙でぐしゃぐしゃになっていた。そろそろ飽きてきたか。男のうちの一人がそう口にすると、彼らはようやくアイリーンから手を離した。しかし男たちのその振る舞いにアイリーンは地獄からの解放ではなく、この先に待っているさらなる絶望を察した。あなたたちは私から全て奪いました。でもどうか命だけはお助けください。アイリーンはどうにか生き延びたい一心でそう叫んだ。体の痛みや恐怖に抗いながら必死に絞り出されたその言葉。ところが目の前の男たちはニヤニヤと薄気味悪い笑いを止めようとはしなかった。そして銃口を顔面に押し当てられ、アイリーンは小さく悲鳴を上げた。抵抗する間もなく夜のサトウキビ畑に鳴り響いた銃声。それは何の罪もない女性が卑劣な大人たちに利用された挙句生涯を閉じた瞬間だった。こんな気持ち悪い集団にさ、襲われた挙句に殺されるまでしちゃうなんてさ、もう救いがなさすぎるわよ、いくらなんでも。しかもこのね、犯罪者の中にはね、警察もいたわけなんで、もはやこの街の政治は終わってるとしか言いようがないんです。この後ね、サンチェスは逮捕されるんですが、彼はね、逮捕後も往生際が悪かったんです。翌朝、トラックの荷台に残されたままになっていたアイリーンの遺体は近隣の村の住人によって発見されました。さらに少し時間を置いて草むらに転がされていたアランの遺体も。遺体発見時の状況から警察は当初2人が何らかのトラブルから心中したとも考えました。しかしアイリーンの体から複数の男の体液が検出され、その可能性はすぐに否定されたんです。このほか遺体のそばに落ちていた薬莢がフィリピン警察に支給されているライフルのものだと判明。サンチェスの部下だった警察関係者が該当のライフルを返却していたことも突き止められ、証拠の一つとなったんです。この一件からサンチェスの部下は自白を余儀なくされ、自分が権力者の命令で動いていたことも認めました。その後も逃亡していた部下の一人が逮捕され、複数の証言から市長のサンチェスが首謀者であることが裏付けられたんです。こうして事件から2ヶ月後の1993年8月13日、サンチェスの自宅へ乗り込んだ警察は彼を逮捕。
6人の部下と共に裁判にかけられたサンチェスは無実を主張しますが、アイリーンの体からは彼の DNA が検出されており、その主張は認められるはずもなかったんです。事件から約2年後の1995年3月14日、サンチェスに下された判決は禁錮280年、遺族に対して1260万ペソ、日本円換算で約3800万円の賠償金支払いも命じられました。このようにしてサンチェスの天下は終わりを迎えましたが、刑務所へ収監されたことは彼にとって必ずしも罰とは呼べませんでした。サンチェスは犯罪者にもかかわらず刑務所内で特別待遇され、独房にはエアコンや薄型テレビ、冷蔵庫を完備。さらに彼は収監後も犯罪に手を染め続け、独房内や所有物件からは違法薬物がたびたび発見されたんです。2019年には新しい法律が適用され、刑期が25年に短縮される可能性が浮上しますが、当然のごとく国民たちは大バッシング。大統領の計らいによりサンチェスの釈放は見送られることとなりました。2021年3月27日、サンチェスは慢性腎臓病を悪化させ、74歳で獄中死。最後まで無実を主張し、遺族への賠償金支払いも拒否し続けた彼は、結局その罪を償うことなく生涯を終えたんです。13年もの間、市長の立場を利用してカラワンの町を私物化し、私欲の限りを尽くしていたサンチェス。明るみに出されていないだけで、この男のために悲しい最後を迎えた人はアイリーンやアランだけではないかもしれません。警察組織とも癒着していたサンチェスが刑に服したことは、権力が全てだったフィリピンに変革をもたらすきっかけとなりました。しかし地方自治の監視体制や警察組織の汚職などの課題は今でも完全に解決したとは言い切れないんです。フィリピンに限らず、いつの時代も多くの国や土地で権力と不正は密接に絡み合っているように感じます。もし町一つを好きに扱える権力を与えられたら、あなたは強欲にならずにいられますか？